生品神社で挙兵して鎌倉を攻略した新田義貞。その後故郷に一度も帰ることなく日本の各地を転戦し、ついにその生涯に終止符を打つのです。はいどうも皆さんこんにちは。今回は新田義貞の最後についてお話ししていきます。九州から足利尊氏が上洛してきたことにより、後醍醐天皇は吉野へと移動、南北朝時代が始まりました。その際に新田義貞は高吉親王と常吉親王を奉じて北陸へと移動しています。しかし金ヶ崎の戦いで高吉親王は自害、常吉親王は捕まって京都へと連れて行かれます。この動画でお話ししていくのは北陸で行われた新田義貞の戦いですが、まずは京都に連れて行かれた常吉親王の話から見ていきましょう。金ヶ崎の戦いが起こった頃、新田義貞は染山城にいました。援軍を集めて金ヶ崎城に攻め込もうと考えていたのですが、間に合わず金ヶ崎城が落ちてしまったのです。幕府軍としては敵将である新田義貞の首が欲しかったのでしょうけれど、金ヶ崎城から見つかるわけがありません。この時幕府軍に捕まった常吉親王は、新田義貞は自害した後に火葬されたと嘘をつきました。この嘘によって幕府軍は京へと引き返すのですが、常吉親王はこの嘘によって身を滅ぼしてしまうのです。常吉親王はこの時成吉親王と共に京都で幽閉されていました。そんな時に足利尊氏のもとへ知らせが届きます。新田義貞が生きており北陸で勢力を拡大しているというのです。つまり常吉親王の嘘がバレてしまいました。尊氏と忠義は怒り、新田義貞は死んだと言っていたが本当は生きていた。常吉親王は我々に嘘をついたのだ。このまま生かしておけばどのような企てをするかわからない。そう考えます。こうして常吉親王と成吉親王は毒を盛られ殺されるのです。中仙台の乱で殺された森吉親王、金ヶ崎の戦いで自害に追い込まれた高吉親王、後醍醐天皇は足利氏との戦いで多くの親王を失っていきました。さて新田義貞が生きていると知った足利尊氏は柴高常、柴家兼を越前へと送ります。こうして幕府軍と新田軍で戦いとなっていくのですが、新田軍が優位に戦いを進めていきます。これを見ていた平泉寺の僧兵はもともと幕府に味方していたものの、新田に味方する者が現れ始めました。こうして三峯山にも新田の軍勢が布陣、新田の軍勢は守りを固めていきます。これに対して柴高常は放っておくと囲まれて兵糧攻めにされると判断、負けじと城を構えていくのですが、雪深くて戦闘どころではなく大きな戦いは起こりませんでした。しかし雪が溶けた頃、戦いが勃発します。燃え上がる煙を見て新田の軍勢は集結。これに対して幕府軍も軍勢を集結させていきました。こうして戦いが始まるのですが、幕府軍は壊滅。柴高常は足羽の方へと押し伸びていきます。こうして新田義貞は勢力を回復し、越前で勢力を広げていきますが、柴高常も負けてはいられません。足羽七条と呼ばれる城塞を築き上げ対抗していきます。その後新田の勢力が復活したという情報によって四国や播磨の国で南朝の勢力が蜂起します。北畠顕家の軍勢が東海道を移動してきたのもこの頃です。こうなると室町幕府は東西南北を南朝勢力に囲まれたと言ってもいい状況だとは思いますが、北畠顕家が南へと移動して討ち死にしたあたりから雲行きが怪しくなってくるのです。この頃柴高常は奥黒丸城で踏みとどまっていました。新田義貞は足羽川に兵を出し、足羽七条を攻め落とそうと躍起になるのですが、これがなかなかうまくいきません。何度か戦いとなるのですが、幕府軍の防御を突破できず、なかなか京都へと攻め上ることができなかったのです。しかし地理的に見ると新田の本拠地である上野の国は後方にあります。ということはここから増援が見込めるのです。こうして新田の軍勢は勢いをつけ、すぐにでも足羽七条を押しつぶすことができるほどになりました。そこに後醍醐天皇から手紙が届きます。京都の南男山で新田義興と北畠顕信が囲まれている。兵糧は乏しく兵も疲れてきている。しかし彼らはもうすぐ北国から
新田の軍勢が上洛してくると聞いて、なんとか持ちこたえているところだ。北国の戦は差し置いて、早く京都制圧戦を行うべし。そう書かれていました。後醍醐天皇直筆の手紙を見た新田義貞は、源平両家の武神にいかなる功があろうとも、直にこのような勅書が下されたことはない。新田家に代々伝えるべき名誉であり、今こそ命を投げ出して戦う時である。そう感激して、北国の戦を一時中止して、京都の制圧に乗り出します。こうして、脇屋義輔が京都へ進軍。新田義貞は、後ろから追いかけてくるであろう柴田勝根を警戒し、越前に残ります。しかし、足利尊氏はこの情報を掴んでいました。もしも戦いが始まってから退却すれば、南朝の軍勢は勝ちに乗じて攻め込んでくるだろう。そうなる前に急いで戦いを終わらせて、京都へと軍勢を引き上げよう。こう考えます。この命令が男山にいる河野諸直に伝えられるのですが、河野諸直は簡単に撤退することはありませんでした。もしもこのまま撤退したら、男山の軍勢は有利になる。そうなると、南北から挟み撃ちをされるかもしれない。このように考えます。こうして河野諸直が取った手段が男山焼き討ちでした。男山には石清水八幡宮があります。八幡大菩薩といえば源氏が崇拝している神なので、まさか源氏である足利氏が焼くようなことはしないだろうと立てこもる軍勢も考えていました。しかし河野諸直にとってそんなことは考えるに値しないことだったのかもしれません。こうして男山は炎上し、その知らせを聞いた脇屋義輔は通ってきた道を戻っていくのでした。こうして新田義貞は再度北国の鎮圧に専念することにしました。ここで関わってくるのが平泉寺です。平泉寺というのは現在の福井県勝山市にあったお寺ですね。この平泉寺は延暦寺と藤島の将という荘園を取り合っていました。荘園を持っていれば年貢が入ってくるので、領有権をめぐって取り合いになるんです。この時は延暦寺の方が取り分が多く、平泉寺は不満に思っていました。そこで平泉寺は柴田勝根に取引を持ちかけます。もしも藤島の将を平泉寺のものにしてくれるなら、うちの若い衆を兵として出すし、老僧には祈祷をさせます。これを聞いた柴田勝根は喜んで取引成立。藤島の将は平泉寺のものとなり、柴田勝根は若い兵を手に入れました。こうして平泉寺の僧兵が藤島にある城を守り、新田の軍勢がその城へと攻め寄せます。藤島の戦いの始まりです。前方の兵は戦って、後方の兵は拠点を作れ、と新田義貞は命令していたのですが、平泉寺の僧兵がこもっている藤島城の様子がおかしいです。相手は今にも逃げ出しそうだ、と思った新田の軍勢は、拠点を作るのを後回しにし、すべての軍勢で戦いを始めました。最初は逃げ出しそうだった平泉寺の僧兵も、こうなってしまえば逃げられません。命を捨てて防戦します。その頃新田義貞は、東明寺のあたりで負傷者を見て回っていたのですが、藤島城の様子がおかしいと聞いて移動を始めます。ちょうどその時、幕府軍も藤島城の様子がおかしいと聞いて援軍を出したところであり、この軍勢とばったり遭遇。幕府軍には弓も盾もありましたが、新田軍には弓も盾もありませんでした。新田の軍勢は格好の的となり、一方的に攻撃されます。多くの兵が新田義貞の矢面に立ち、命を捨てて守っていきます。大将が名もない兵を相手にしてはいけません。と中野東左衛門が言って撤退を促しますが、新田義貞は耐えられません。兵を失って自分一人死を免れようとは思わない。そう言って敵の中へと突撃していきます。しかし、乗っている馬も弱っており、ぬかるみに足を取られて転倒。立ち上がろうとしたところで眉間に矢が命中してしまい、もはや助からないと判断した新田義貞は、刀を抜いて自ら首を切り、泥の中へと倒れるのでした。さて、いかがだったでしょうか。福井県福井市には新田塚と呼ばれる地名があります。ここは新田義貞戦没の地、東明寺縄手のあたりだと伝わる場所です。新田義貞の首は幕府の軍勢が持っていったものの、首から下は少年寺へと送られました。その遺骸は手厚く葬られ、今もこの地で慕われています。さて、次の動画では後醍醐天皇法要についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。